はい、こんにちは。今日は干支の関係性についてお話ししようかなと思います。皆さんね、自分が生まれた干支は知ってると思うんですね。で、来年だから牛年の人は年男年女っていうふうに言われますよね。5回年女年男の巡ってくると、還暦のお祝いというふうになるんですが、生まれた干支ではなくて中水命では生まれた日の干支干支ともう一個ね実感っていうのがあるんですけど、皆さんが注目しやすいのは干支の方が馴染んでると思うので、今日はその皆さんが生まれた日の干支、これがね結構性格が出やすいというか、生まれた年の干支よりも生まれた日の干支の方がその皆さんの性格をよく表しているので、ちょっとその話をしようかなと思います。でこういうふうに、ね、牛、虎、う、たつみ、馬、羊、猿、鳥、犬、いの順番ですよね。はい、でまずね、ネズミさん、ちょっとごめんね、カンニングペーパー見させて。で真面目で人当たりがよくって、適応能力もすごく高くって、であとはね、堅実派ですごい貯金が好きなのね。でコツコツっていう風なのができる。であとはどこにでも馴染める。ネズミってどこにでも出てくるじゃない。でそういう感じでどんなところの環境でも馴染める。で、いきなり行動するのは苦手で、あんまりスピードはないけど堅実に着実に進んでいくっていう風な感じで、恋愛はね不器用だけど全力投球っていう感じなのね。で、じゃあその次の牛は口数が少ないのよね。むっつりした感じで、でも我慢強くて、自己表現がちょっと下手くそかな。だから口下手だからね。で職人気質でなんかすごく頑固なイメージで、怒ると手がつけられなくなっちゃうっていう感じかな。ででものんびりそうに見えてすごく意志も強くて、弱音も吐かないし、あんまり人に頼ろうとしない、そういうところがあります。で恋愛は、割と受け身で一途に尽くす感じで、その次虎はちょっとこの絵の感じでも分かるようにちょっとお調子者な感じで、チャレンジ精神も旺盛で簡単にはへこたれないし、信念もあってすごく頑張り屋さんです。で割といろんなものにぶつかってしまう、困難にぶつかっちゃうんだけどそれも乗り越えられるようなパワーがある。虎は春の始まりを表しますから、すごくエネルギーのある干支になります。で完璧でいたいなと、情熱的な感じで、あとは人に合わせるのは苦手で、あと恋愛は、割と一途な感じの人が多いです。で、次うさぎさんは傷つきやすくってすごいナイーブ、繊細で平和主義で、なんか私のことをみんな好きでしょみたいな可愛らしい系の小悪魔ちゃん系っていう風な感じです。で孤独が嫌いで気分屋さん、結構人を振り回すようなそういうタイプの人が多いです。だけど周りに好かれるのよね。恋愛は尽くすタイプで、タツは十二支の中でも実在しない動物でしょ。で動物占いのペガサスみたいな感じでちょっと変わり者が多いです。で、プライドも高い、我が道を進む感じで何でもそつなくこなす。で誰にも負けたくない、ちょっと虎に似てるような強さもあるかな。で恋愛は奥手で鈍感なくせしてモテるっていうタイプの人が多いです。で次、蛇はちょっとね年配の方になると分かると思うんですけど、蛇年生まれの人は執念深いってよく言われましたよね。っていう感じで嫉妬深かったり、独占欲が強かったりします。でもすごいユーモアのある人で、結構楽しい人で、ただ思い込みが激しくって、プライドも高くて見えっ張りで、恋愛はやっぱりね嫉妬深くて失敗することが多いです。で次に馬はこれもう夏真っ盛りの干支なんですけど、社交的で明るくて、お調子者で挑戦心も旺盛で、チャレンジャーって感じで頭の回転も速くて、容量も良くて、でもせっかちで自己中だから仕事はなんか結構長続きしなかったりするのかな。でもフレンドリーですごく楽しい人です。
でちょっとねタツに似てるけど行動がすごい早いんだけど大雑把だったり飽きっぽかったりします。で恋愛は、すごく情熱的だけどやっぱり飽きっぽいよ。で、次羊はなんていうか、団体行動してますよね。で思慮深くてなんていうか、すごく平和主義で、だけどああやって団体行動でいるってことは自分を守りたいわけだから、自己保身がすごく強い人が多かったりします。とにかくちょっと羊の人は癒し系でトゲトゲ感ゼロ、もうふもふ感っていう感じで人に癒しを与えられる優しい人が多いかな。で恋愛は依存体質かな。で、次お猿さんね。猿はもう楽天的、すっごく前向きで世渡り上手です。計算高くてなんか自分大好きで、みんなも自分のこと好きでしょみたいな感じの明るくてお調子者なんだけど、憎めないところがある。ですごく器用で何でもこなしちゃう才能もあるんだけど、それがたたっちゃって自信過剰になって人を見下しちゃったりすると、なんか天罰が下るみたいなところがあります。恋愛はね意外と真面目、愛情深くちゃんと対応します。で次鳥、鳥さんは、頭がよくって、集中力もあってすごく几帳面です。で重箱の端っこもくちばしでツンツンツンって続くぐらい割と神経質な人が多いです。で完璧主義なところもありますよね。あとは洞察力もあって勘が鋭いで負けず嫌いで見た目はねクールな感じに見えるんだけど、中身はメラメラと燃えたぎってるような、そういったイメージです。で恋愛はねすごくプライドが高くて、それで臆病になっちゃう、そういうタイプです。で、次に犬はねもう中堅八項です。真面目で正義感があって、神経質で、心配性でもう一言で言うと、誠実従順で義理人情っていう風な感じですね。で、あとはすごく用心深い、やっぱり家を守る犬ですから用心深くないとね、恩義を感じてその人に一生懸命に尽くすっていう風なのが犬の特徴です。でやっぱり恋愛も、用心深くてなかなか恋愛に発展しないことも多いんですけど、一途に尽くしてくれる、そういう干支になります。で、最後イノシシはすごく世話好きで辛抱強いので、我慢強くて、根性もあって、で心配性で神経質なのにすっごくなんだろう、頑固で人の忠告とかも聞かなかったり、なんていうのかな、やっぱりイノシシってちょっとつ盲信なイメージですよね。という感じでこれって思ったら一直線に走るんだけど、他人の忠告は聞いてくれないっていう風な感じで、目標が決まると一気に進めます。で恋愛もそんな感じで駆け引きなしにその人一筋になります。でもう本当に不器用なまでの一本気な性格、そういうのが、イノシシの特徴です。というふうな感じでね、それぞれの特徴があるんですけど、例えばネズミさんってすごい堅実でね真面目でコツコツっていう風なイメージじゃないですか。いきなり行動するのとかも苦手なんですよ。でちゃんと物事をよく考えてから行動したいって思ってるのに対して、この反対側にいる馬って大体性質が逆になるんですね。でもう馬って考える前にやっちゃうみたいな。で明るくてお調子者なのはいいんだけど深いところまで考えずにやっちゃうから、結構せっかちで失敗が多い、爪が甘いとか言われたりするのが馬の性格なんやけど、明るいから失敗してもへこたれないんやけど、そういうのを計画性のあるネズミは見ててアホちゃうかみたいな感じに見えちゃうのよね。だからお互いがちょっと違うなっていう風な感じという風にね向かい合わせになってる干支は真逆の性質を持ってる、自分が持ってないものを持ってるからすごく惹かれ合う部分もある。だけど悪い作用が起こっちゃうと、なんかもうあの人のことを信じられへんとかっていう感じに悪い作用も出やすいのがこの真向かいにある干支になります。これを四柱推命では中と言っています。この中の関係でも最も仲悪なりやすい
っていうのがこれとそれとうさぎさんと鳥とそれとネズミと馬、この組み合わせが実は一番仲悪なりやすいっていう感じなのね。でなんでかっていうと、実はこのトラウータツ、これ春なのね。で、これが夏で秋冬なんだけど、その季節に表した時に季節のこの一番真っ盛りな時期の干支っていうのがネズミとウサギとで、馬と鳥になるわけで、だからエネルギーが強いっていうふうに思ってもらったらいいんだけど、エネルギー強いもん同士だからやっぱり反発し合う時もきつく反発し合うっていうふうな感覚で、その次に、強い作用が出るのがこれとイノシシとヘビ、それからトラと猿、これね、これは季節の始まりになります。春がここからで、夏はヘビから、秋は猿からで、冬はイノシシから始まるんだけど、季節の始まりの干支が次に強い作用が出やすいと言われてます。で季節の終わりには必ず土曜っていうのが来るんだけど、だからこの牛と辰と、羊と犬、この4つは5行で言うと土になるんですね。季節の終わりを表す土曜になるんです。だから土曜の牛とか言ったりするでしょ。土同士の、中の場合はそこまで関係が悪くなりにくいというふうな考え方ができます。ということでこれね、皆さんの日中の干支を見て、例えば、上司とか自分の親とかで彼氏彼女とか自分の子供とか、その干支を見て、どんな性格だっけなっていう風なのをちょっと見てもらうと、なんかやっぱりなんかわからないやつだなと思ってたら中の関係だったとか、なんかそういうのがもしかしたら出てくるかもしれません。面白いのでやってみてください。今日はちょっと途中で足もしびれちゃって、カンニングペーパーも使わせてもらったのでなんか視線がキョロキョロしてましたけど、これからこんな感じでいきますのでよろしくお願いします。今日は聞いてくださってありがとうございました。ではまた。